エンゼルケアの後は葬儀社に連絡をして寝台車を手配して速やかに病院を出なければいけません。そのため病院側からはまず病院と提携している葬儀社の寝台車を勧められます。提携している葬儀社でもいいのですが、この時ご遺体の搬送だけと依頼しないと見積もりも見ずに自動的にお葬式全体を依頼しなければいけない可能性が出てきます。なぜ注意しなければいけないかというと、病院と提携している葬儀社は比較的葬儀費用が高いためです。あらかじめ葬儀社を決めていない場合は、ご遺体搬送後に葬儀社が選べるように寝台車の手配には注意しましょう。ご遺体搬送後はとても慌ただしくなりますが、葬儀社選びで費用が全く変わってきますので、周りに流されないように注意しましょう。また式がおおよそ分かっている場合、あらかじめ葬儀社を選んでおくことをお勧めします。ちなみに良い葬儀社選びのポイントはいくつかあります。1、事前相談でも親切か。2、見積もりで詳細がきちんと記載されているか。3、営業実績はある程度あるか。4、支払い期限に余裕があるか。支払い期限は葬儀後1週間程度が一般的です。そしてさらに重要なポイントが2つあります。5、それは実際に葬儀社に行き、葬儀担当者に会い印象を確認すること。6、密葬や直葬といった儲からないお葬式も行っているかです。これらのポイントをクリアしていれば、まずひどい葬儀社に当たることはないでしょう。病院に寝台車が到着したら、ご遺体を自宅などに搬送しますが、その際は必ず死亡診断書を携行してください。ちなみに寝台車でなくても死亡診断書を携行していれば自家用車で搬送することも可能です。しかしその際、死亡診断書を持たずにご遺体をいろいろな場所へ運んだ場合、死体遺棄罪の可能性も疑われてしまいます。ご遺体を搬送する際は死亡診断書を携行し、最短ルートで搬送先に運ばなければいけません。料金は発生しますが、安定性、安全性、不測事態への対応の面では葬儀社の寝台車に搬送をお願いした方が良いでしょう。ご遺体の搬送先は静かにお別れできるご自宅が最適ですが、マンションなどでご遺体の搬送が難しい場合、斎場や火葬場の安置室に搬送するための手配をしなくてはいけません。